リニューアルされた日本一乗り心地の悪い乗り物に乗ってきました。こちらがね、山陽電車のスマワラ公園駅ですね。それでは参りましょう。はい、今回ね、訪れる場所が三条遊園なんでロープウェイをね、使っていくんですが、今回ロープウェイを使わずにね、登っていったんですけど、約30分ぐらいで着くんですが、結構階段きつくて大変でした。で、やっと目的の場所にたどり着きました。はい、皆様こんにちは。神戸街中散歩高山でございます。でね、奥の方に案内板がありますんでね、こちらの方をちょっと見てみたいと思います。今現在ね、こちらのロープウェイをね、登り切ったところに現在私はおります。これね、歩いてきたんですけどね。で、今回乗るカーレーター、これね、新しくね、リニューアルされましたカーレーターがこちらになります。で、それに乗ってね、上の回転展望閣というところにね、向かっていきたいと思います。それではね、カーレーターのね、乗り口の方に、これからね、向かっていきたいと思います。でね、早速ね、リニューアルされたカーレーターにね、乗っていって、上の方にね、上がっていきたいと思います。で、それでですね、こちらのね、カーレーターなんですけども、今年の初めにね、1ヶ月ほどね、協議をしまして、シートをね、電車のシートの生地で新しくね、椅子を作りまして、張り替えられたものでございますね。それと同時に、動力源である、電気モーターもね、新しく更新したそうでございます。それではね、まず、券売機でチケットを購入したいと思います。まずこちらね、片道で200円、往復で350円なんで、今回はね、往復券を購入していきたいと思います。まずお金を入れましてね、350円券の方をポツンとね、押します。はい。で、今ね、機械をね、始動するね、ベルが鳴ってます。物が動くのでね、こういう音を鳴らしてね、周辺にね、危険をお知らせしているっていう感じですね。で、今日のようなね、暇な時、平日でね、今日雨降ってるんでね、暇な時には、これね、機械を停止しているようですね。で、お客さんが来てからね、動かすという感じですね。で、今、めり込みました。で、これ、傷がね、こう、個別になってね、集めてありますね。で、ピンク色のカゴがね、1台だけありますよね。これね、乗り心地がちょっと、これは悪いですよね。相変わらずね、これね。なんかもう悪いというかね、乗り心地悪いさ増してないかなという感じなんですけどね、これね、もう手元これ手元からね、ガタ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 動いてるのもあると思うんですけどね。はい。でね、ベルトの付近に来るとね、揺れは一旦収まるんですけれどもね。はい。で、窓から外に見えるんですけど、なんかね、平衡感覚がこれおかしくなっちゃうんですよね。窓がね、斜めになっちゃってるんでね。窓の柱がね、まっすぐなっては別なんですけどね。で、このカーレーターなんですけれども、1966年に営業を開始しまして、今年で58歳になりまして、もうすぐね、還暦という感じですね。で、こちらのカーレーターなんですけれども、下にありましたロープウェイの八伏三条駅と、この上にあります回転展望閣駅をね、約、2分半で結んでおります。で、このカーレーターなんですけども、全国でもうここにしかね、存在しないようなんですね。で、後ろの方をね、ずっと見てみましたら、結構ね、急な坂道になってると思うんですね。でね、こちら約25度の急勾配で、約ね、100メートルほどのね、距離を進んでまいります。25度というとね、スキー場のね、上級者コースぐらいのね、急角度になりますかね。で、もともとね、神戸には六甲山の土砂を 10km 近くね、運ぶベルトコンベヤーのね、技術がありましたんで、このようなね、乗り物を思いついたのかもしれないですね。はい。でね、そうこう言ってる間に、三条駅じゃなかった、展望閣のね、駅の方に到着しましたね。ここからまたね、こっちがちょっと悪くなるんですよね、これね、またね。はい。ここで降りるんですけども、動きながら乗り降りするので、小さいお子様がおられる場合はね、少し気をつけた方がいいかもしれないですね。しばし
したらね、外に出ていきまして、回転天文学の方にね、行って、向かっていきたいと思います。でね、ちょっとね、場所が飛びまして、奥にね、観光リフトがありまして、西のね、遊園地に行けるんですけど、今回ね、行ってません。で、こちらがね、展望角で、床が回る喫茶店のある場所で、ゆっくり座りながら景色を楽しめるスポットになっております。1階奥にバーベキュー受付がありまして、そのね、ショート動画で紹介しました懐かしいね、ジュークボックスがありまして、昔のね、音楽を楽しむことができます。で、こちらがね、展望角の入り口で階段で上に上がっていきます。施設が古いのでエレベーターなどはね、存在してません。残念ながらね。そうしましたらまたね、カーレーターに乗って下の方にね、降りていきたいと思います。それではね、乗り場に向かって、ゴーという感じで。はい。そうしましたらね、こちらもまたね、今、カーレーターは止まってる状態ですね。人がいないときはね、こういう感じでね、ずっと止まってるんですね。特に今日は雨でね、平日っていうこともありますんでね。で、今日ね、火曜日なんですね。で、通常火曜日は休みなんですけども、今春休みなんでね、火曜日も営業してるっていう感じですね。はい、やってきましたね。で、乗り込んでいきたいと思います。ここね、なんか電車のシートのような感じですね。昔はね、長椅子のようなね、ビニールのカバーがかかった感じで、なんかガムテープで修理したような汚らしい感じだったんですけどね。はい、このね、ベルトのこの境目がちょっと揺れるんですよね。今回は揺れなかったですね。ここからね、一気に下っていきたいと思います。で、下りはね、若干シートがね、背もたれ方向に傾くのでね、そんなに、怖さはね、ないかと思いますね。で、ここはね、そんなに揺れない。こちらね、棒を見てもらったらわかると思うんです。こんなに揺れてないですね。で、外を見るとね、なんか角度が変な感じに見えるんですよね、これ。体がまっすぐでね、窓が斜めに作られてるんで、外の景色もなんか変な感じでね、平行感覚が変になっちゃいますよね。で、なんか進む速度もね、ちょっと早歩きぐらいかなぐらいの速度なんでね、そんなに怖さはないですね。あと足元もしっかりね、足を置けるような角度になってるんでね、すごく過ごしやすい感じですね。で、今ね、看板がありましてね、手や足をね、外に出さないようにってありますけど、足はさすがに出さないですかね、これでね。で、ちょっとね、騒がしくなってきましたけど、でね、間もなく、振動がね強くなる場合がありますってなってますね。で、アナウンスがありましてね、ここから大きく揺れることがありますよね。でね、これね、腰痛持ちの方は気をつけた方がいいかと思うぐらい揺れますよね、これね。トト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 揺れた。はい。ありがとう。これね、腰に来るんですよね。腰痛持ちの吹き方ね、特に気をつけてくださいね、これね。で、降りましてね、ちょっとね、上の展望台の方にね、行ってみたいと思います。これね、カーレーターでね、空中に浮き上がってたんですね。で、右斜め前の建物がロープウェイのね、八分三条駅ですね。今日はね、曇りなんで景色がちょっと残念な感じですね。それではロープウェイを使って帰りましょうかね。で、こちらね、乗り物なんですけども、各チケットを買うよりもね、セット券、もしくはね、山陽電車で来る場合は、山陽電車のね、お得チケットを使うと割とね、割安で乗れますので、山陽電車のね、ホームページも確認してください。今回の動画は以上で終わりたいと思います。今回の動画ね、良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどね、いただきましたらありがたいです。それではまた次回お会いするまで、さようなら。